おはようございます。ジンギター工房の神谷です。いつもご視聴ありがとうございます。本日はですね、ネックリセットです。ものはギブソンの S400CES というやつですね。この前トラスロットの話で使ったフルアコですね。最初の状態はこんな感じです。ちょっと画像だとね、どこが不具合があるのかって分かりにくいと思うんですけれど、ギブソンのギターっていうのは、チューンオーマチックが12インチ R ですから、指板も12インチ R なんですよ。で、ところが、これに関しては、なぜか 7.25 インチ R。要はストラトとかと一緒ですよね、ヴィンテージの。それと一緒ぐらいまで指板 R が丸くなってました。チューンオーマチックの部分は全然そのまんまなので、もう本当に中央の部分3、4弦が弦高が低いにもかかわらず、両側の1弦6弦が異様に弦高が高いというちぐはぐな状態ですね。当然ながらネックの元置きもありまして、ヒールの部分に隙間はないんですけれど、ジョイントの部分で角度がついてしまっていて、完全に逆への字型になってるんですね。ここの部分とか見ていただくと分かる通り、以前にこの状態にした方がネックの元置き、要はジョイント部分で角度がついているにもかかわらず、そのことを全く無視して 7.25 インチ R っていうきつい R にした結果、指板エンドの部分がバインディングがかなり薄いですよね。で、ジョイントの部分、12フレットとかそのあたりになると、バインディングの高さというか厚みが残ってるのがわかると思います。角度がついてる状態のまんまきつい R にしてしまったがために、指板エンドの部分、要は指板の両端部分ですよね。その部分が多く削り込んでしまって、でこんなような変な状態になってしまったんですよね。でこれね、最初はね、指板剥がす前は指板中央の指板圧が指板エンドの部分に関してはすごい薄くなっちゃってるのかなっていうふうに錯覚しました。でところが指板剥がしてちゃんとナット側と指板エンド側の中央の厚みを計測した結果、同じ厚みでしたので、そういうふうに錯覚して見えてるだけなんですよね。ブリッジはこんな感じで、ブリッジの土台部分自体もちょっと薄く削られてました。チューンオマチックブリッジもここまでもうペタペタに限界まで下げてるにもかかわらず、弦高が異様に高いっていう状態でしたので、もうこれは 100% ネックリセットをしないと、ダメなケースだと判断しました。指板も再利用はできないので、このケースはですよ、指板もゼロから作り直して指板交換もします。はい。では次にボディの内部を見ていきましょうかね。こんな感じですね。ネックブロックです。なんか真ん中にドリルで開けた穴があるんですけれど、これは向こうに貫通まではしてないです。ただ単に何かの理由で開けたんでしょうね。はい。で、それから一番最初に持ち込まれた時にはトラスロットの動きが鈍かったんです。硬かったんですね。なので一旦取り外してナットとかワッシャーをロウソクを塗って、で動きが良くなりましたので、ネックはね逆反りにまで十分反るっていうことが分かったので、一応トラスロット交換までは必要ないなというふうに踏んだので、その前提で作業を進めていきます。でトラスロットに関しては修理どうでしょう、ナンバー67をご参照ください。はい。で私の場合はごく一般的な、ギブソンのアコースティックギターだとか、例えば J45 とかね、あとはマーチンの D28 とか18とか、そういうもう完全に内部の構造がもう把握しているものであれば、いきなりネックリセット作業に入るんですけれど、今回のケースはフルアコですし、ギブソンとはいえね、どういう構造になってるのかなっていうジョイント部を確認したかったんですよ。なのでレントゲンを取ってきました。はい、こんにちは。今日はどうされました？なるほど、なるほど。そういうことですね。
まあね、最近流行りの風邪じゃないと思うんですけれど、とりあえずレントゲンでも撮ってみましょうかね。はい。はい、今レントゲン撮ってきました。ちょっとね、そうですね、見る限りは内部に問題はないんですけれど、やっぱりネックを一旦外して、それで処置する必要がありますので、まあこんなような大掛かりな手術になるので、ちょっと時間はかかりますけれど、入院の期間も長いと思いますけれど、そこは頑張っていきましょう。はい、ということでレントゲンを撮ってきました。これが画像ですね。見ていただくと分かる通り、ここがジョイント部で、でもレントゲンを頼むのも慣れたもんで、事前にこのフレットを抜いとくんですよ。まあ15フレットとかね。針金をね、その15フレットの部分にこうやって、これ針金の跡です。で、こうやっとくと、どこのポジションにその内部に下にどのような空間が空いてるんだっていうのがね、すぐ把握できるので、この場合は15フレットの真下に、このような空間が空いてるのが確認できます。通常のアコースティックギターであれば15フレットを抜いてスチーム用の穴を開けて、そのフレットの溝の部分からね、スチームをこうブシューっとやって、それでネックを取り外すんですよね。ちなみにレントゲンは当然ながらうちには設備ないですよ。知り合いに頼んでますから。ですからいくらお金を払うからレントゲン取ってくれと言われてもそれはしません。先方もね、そんな何回も何回もギターのレントゲンなんて取ってくれないですから。これがネックの裏側、ヒールの部分ですね。はい、ではフレットを抜いていきます。このね、作業をした時はまだ寒かったんですよ。4ヶ月、5ヶ月ぐらいかかったかな。はい。で、その次は、ポジションマークに、このようにサインペンで、印を入れておきます。今これ、ポジションマークをスキャンしてるところですね。このスキャンしたものを元にして、イラストレーターでポジションマークの形を作っていきます。はい。です。お次はパーツ取りですね。パーツ外し。まあフルアコセミアコは小さなね隙間からしかこう作業ができないので、こうやって全部引きずり出すとこんな感じになります。唯一ねトグルスイッチの、ゴムのマウントの部分、ここですね、これがね外れなかったんですよね。であんまり無理してもなんかちょっと破れたり壊れたりしたら嫌だなと思って、ここはね外さないでそのまま作業をしました。で、お次は指板剥がしです。十分に熱を加えた後に、このように、ペンチングナイフで徐々に剥がしていきます。この部分で焦って、まだこう熱が十分に伝わらない時点で、無理やりね、こう力ずくで剥がそうとしていくと、材にダメージを与えたりするので、ここはね、まあゆっくりコーヒーでも飲みながら少しずつ剥がしていけばうまくいくと思います。なんて言いながらね、これ指板側に結構ダメージ与えちゃったんですよね。差し込んでいった感覚では全然平気だったんですけれど、何も無理な力はかかってなかったんですけれど、実際に剥がしてみたら指板側にダメージが少しいってました。
はい。で、これが取れたところですね。このね、剥がせた瞬間っていうのは気持ちいいですね。接着面はこんな感じになってました。かなり接着剤とかこう付着してるので、もうこの後すぐ粗い番手で、150番とかぐらいで接着面の部分をきれいにしてます。これはネック外してからでもいいんでしょうけど、一応この状態で一体どういうことになってるのかってこう正確にね測りたかったので、この段階できれいにしてます。でこれがきれいになったところですね。ところどころ木材が欠けてるというか、指板側に持ってかれちゃってる部分があったので、そこは木工パテでこのように埋めてます。でこうやってね、定規で当ててみると、もう明らかにジョイント部を境にして、ここですね。もうこんだけ空間が空くほど、ネックの元置きと似た状態になってるってことですね。要はボディに乗っかる部分っていうのがこう少し盛り上がってきた感じになるんですかね。それでこういう風な状態になってます。はい、それでまずジョイント部のところがどのようになっているかちょっと詳しく見てみたかったので、ジョイント部周りの塗装を剥がしてます。で剥がしたところがこんな感じなんですけれど、よーく見てみると分かる通り木工パテが結構使われてるんですね。先の尖ったものでこの部分をねこんな感じでボロボロ剥がれてくんですよ。取れてくんですね。これいわゆる木工パテの特徴ですね。で一方6弦側の方に関してはこれはねほとんど隙間なくピタッとはまってました。でちょっと話が前後するんですが、新しいブリッジの土台部分、このフルアコのトップの曲面に合わすために粗めのペーパーを両面テープでくっつけて、それで全体がちゃんとこう曲面に合うようにぴったり密着するように加工してます。でこれは最初にやっとかないと、この後に、ネックを外してそのネック角度をこう調整したり、いろいろこうチェックするんですけれど、その段階でこの新しいこのブリッジ、ちなみにチューオマチックのブリッジ自体も交換してます。新しいものに交換してます。これが必要になってくるので、ぴったり、動かず密着すれば、この作業はこれで OK ですね。はい。でその次はネックを取り外す前に長いステンレス定規でボディ部分に中央線を描いてます。あと指板からの延長線上の印です。白い矢印の部分が、その指板からの延長線上で、それをもとに中心線をこのように出してます。これは後々ねネックを仕込む時とかその調整の時にどうしても必要になってくるので、事前にこうしとかないとまずいですね。フルアコなんでねブリッジが固定されてないじゃないですか。ですからある程度この部分で中心線がずれたままネックを接着してしまったとしても、ピックアップとの位置がちょっとずれるぐらいでそれほど影響はないんですけどね。ブリッジの位置がもう完全に固定されてるようなものだと、この中心線に必ず合うような感じでネック角度とかも修正して接着し直さなければいけないので、ここは結構ね重要になってくるんですよね。後々スチームを使ってネックを外すんですけれど、蒸気が他へ逃げていかないようにこのようにスポンジで蓋をしました。これ最初のねスポンジはこうやわすぎてすぐポロッと取れちゃったので、後々もうちょっとしっかりしたものに変えてるんですけれど、ネックジョイント外しのためのこんなようなジグが売られてるんですけれど、今回このギターには使用できなかったので、上方向にジョイントを外すためにミニクランプを使って工夫してみました。はい。ということで、それでは行ってみましょう。
おはようございます。本日のレシピはこちら、ネックリセットでございます。ご用意するのはカプチーノエスプレッソマシンです。こいつが肝です。これで熱々のスチームを作って一気にジューッとやることでネックがポコッと外れます。それでは行ってみましょう。まず最初にエスプレッソカプチーノマシンに水を入れます。あんまりね入れすぎると機械が壊れますので、ほどほどにね、圧力がかかるのでしっかり締めます。それではスタートしましょう。はい、それでは実際のネック取り外し作業なんですけれど、最初は標準速度でいきますね。こんなような感じで何回もブシューブシューっとスチームを入れていくんですけれど、だいたい10分とか5、6回ブシュブシュやってると緩んでくるものは緩んでくるんですよ。その段階でさっきポンって簡単に外れるなんて言いましたけれど、今回もね簡単に外れるんじゃないかななんて最初は高くくってたんですよ。ところがどっこい非常にね長丁場になりました。今からちょっと倍速で説明していきますけれど、興味がある方は非常に長い尺になっちゃいますけれど、別途ね動画をアップしますので、そちらの方をコーヒーでもすすりながらだらーっとねぼーっとした状態で見てください。なかなか絵的には全く変わりようがないので、こんな感じでやるんだなっていうぐらいでね見ていただければと思います。でこれ今10分ぐらい経ったところなんですけれど、10分経って確認してみてもまだ微動だにしません。でこのクランプもですね途中で取れてしまったので諦めました。でこれ20分経ったところですね。で20分経ったところでようやくね左右に動かすとこのようにねほんの少しだけ動くのがわかると思うんですよ。でこれ来たなと思ってもう一回ブシューブシューと何回もやるんですけれど、一向にね外れなかったんですよね。横の隙間から、ペンチングナイフを差し込んでみて、確認もしてます。15フレットのねこの空間の部分だけじゃなくてペンチングナイフを差し込んでる方向からも、スチームをブシューってやってみたんですけれど、それでもねなかなか動いてくれないんですよね。この上の部分に関してはもう動いてるのはわかると思うんですけれど、下の部分その他の部分がね微動だにしないんですよ。すんごい強固にくっついてんだなっていう感じで、そんなことを話してるうちにもうこれすでに40分経ってます。でもうねこの段階に来た時にこれはちょっと最長記録更新かなっていうぐらい覚悟になりました。でねちょっとこの段階でもう一度改めてね左右とかこうやって確認してみて、なんか間違ったことをしてるんじゃないかなってちょっと不安になったんですね。果たしてこのままこう作業を進めていいのかっていうやっぱり不安に駆られるんですよ。なので今一度こうやってチェックをしてみて間違いないなっていう、このまま進めていいんだなっていうね感じで、自分を奮い立たせながら、作業を行っております。経験が浅かった頃はスチームでこんなに水浸しにしていいもんかっていう感じで恐る恐る作業をしてたんですけれど、慣れですね。これもねある程度このぐらい勢いよくスチームブシュブシュかけたところでちゃんと乾燥さえさせれば問題ないですから。ちょっとここで余談なんですけれど、スティマックからこんなようなねネック外し用のハンダゴテが売られてるんですよ。これは何かというとジョイントの部分に
こう水を何滴かなのかな、それとも結構入れるのかな、ちょっとその辺わかんないんですけれど、水を入れてあげて、細い先がついているハンダゴテをこう差し込んで、で中で蒸気になって、それでこうネックを外せるみたいな感じなんですけれど、これはね、多分ケースバイケースで使えるケースと、これでは歯が立たないケースがあると思います。でそれはなぜかっていうと、何本もこうやってネック外しを経験してきた中で、本当にね、もう10分とかそこらで簡単に外れるものもあれば、今回のケースのように非常にね、しぶといものもあるんですよ。比較的簡単にこう接着剤が緩むケースであれば、このステマックのこのハンダゴテを使うね、このタイプでも大丈夫だとは思うんですけれど、ちょっとこう今回のケースのようにこう接着力が強固な場合は、このねハンダゴテ方式だとね、多分歯が立たないと思うんですよね。実際使ってみたことはないので、はっきりとしたことは言えないんですけれど、あくまで経験上そういう風に感じます。でそんな話をしているうちに、もうかれこれこれは50分経ちました。でね、ようやくこの辺になると多少光が見えてきたかなっていう感じだったんですよね。でこれ60分経ちました。で左右からもスチームをかけて攻めてます。で1時間10分ですね。接着剤がもう緩んでるなっていうのは分かってたんですけれど、どうしてもね、この側面の部分ですね、この部分でどうも接着剤が引っかかってて、それで取れないんだなっていうのが分かったので、ペンチングナイフで今まではこうズブズブとこう差し込んでただけなんですけれど、カッターナイフのように上下に動かしてみて、中のね接着剤をこう断ち切るような感じにしてみたんですよ。それがね、うまく功を奏したみたいで、いよいよこれから外れていきます。はい、ということで、これでようやく外れました。近年稀に見る焦り具合でしたね、自分の中で。はい、お疲れ様でした。ちょっと想定外でかなり手強かったですね。ここまで手強かったのは久々です。で接着剤が結構強力なものが使われていて、すごく粘着があって、それがなかなか取れなかったんですよね。緩まなかったというか、とりあえず無事取れましたので、この後よく乾燥させます。だいたい1週間ぐらいかな。そのぐらい放置して完全に乾いたら、次の作業に取り掛かります。はい、ではちょっと一休みしましょう。